皆さんこんにちは。カーレディオチャンネルです。今回は7月16日に欧州にて発表されたアウディの新型 A5 アバントを見ていきます。今回発表されたのは A5 セダンと高性能モデルの S5 セダン、そしてステーションワゴンの A5 アバント、S5 アバントの4つのモデルが発表されました。すでにご存知の方もいるかとは思いますが、2024年よりアウディは車両規則の変更を進めており、今後奇数番号は内燃エンジンモデル、偶数番号は電動モデルとして再構築されていく予定です。そのため A5 は30年にわたって販売されてきた A4 モデルの後継として発表されました。もともと A4 と A5 モデルの間には機能面でもデザイン面でも大きな差はなかったので、今回のモデルラインナップ整理に伴う変更は致し方ないところかと思います。では早速、新型 A5 アバントを従来モデルや S5 モデルとも比較しながらデザインやエンジンを詳しく見ていきます。すべてのグレードの中で基準になる A5 はどのようなモデルになったのでしょうか。 Let's go! まずはエクステリアです。こちらは A5 アバントになります。ボディカラーはホライゾンブルーメタリックです。フロントはアウディを特徴づけるヘキサゴン型のシングルフレームグリルは健在で、とても力強いフロントデザインです。グリルは立体的なハニーカム構造を持ち、幅広でかなりフラットなプロポーションです。そしてアウディといえばのヘッドライトですが、3次元設計の LED デイタイムランニングライトが採用され、内部が一つ一つピクセルで細かい造形になっています。このヘッドライトは最大8つのカスタマイズ可能なオプションで、照明効果をカスタマイズすることができます。欧州モデルでは走行中に調整が可能ですが、米国モデルでは停止中にのみ調整が可能なようです。日本仕様ではどうなるのでしょうか。しかし走行中は自分で光り方の確認はできないので、そこは残念ですが、技術はすごいですし、今後いろいろな使い方が想定されていそうです。ではここで高性能モデルの S5 アバントと比較してみます。ボディカラーはデイトナグレーパールになります。S5 アバントではエンブレムとフロントグリル内、ボディサイドのエアインテーク周りがシルバーで塗装され、フロントデザインを見ただけでも高性能モデルであることがよくわかります。しかし2つのモデルにデザインの違いは多くはなさそうです。こうして見比べてみると、ブラックでまとめられている A5 アバントが個人的にはデザインが好みですが、皆さんはどちらがお好みでしょうか。続いて現行モデルの A4 アバントと新型 A5 アバントを見比べてみます。フロントデザインは人によっては新型モデルでデザインに真新しさがなく、大きな変更がないように感じる人もいるのかなと思います。しかしフロントグリルは明らかに横長になっているのと、ボディサイドのエアインテーク周りの形状が大きく変更されています。ただ、前幅が新型になり1845から1860になっているので、その分だけ車幅を十分に活かしたデザインとなっています。さらに、ボンネットの2つのキャラクターラインは健在ですが、新型の方がよりユニークな形状となっています。新型では力強くかっこいいデザインですが、細かいところを見るとエッジが取られて丸くなっていたり、膨らみを生かしたデザインを採用しています。多くの部分に直線的なデザインを採用している現行型との違いの一つでもあり、それがこの印象の違いにつながっていると思います。やはり新型は存在感の強いヘッドライトといい、艶やかなボディカラーといいかっこいいです。続いてボディサイドです。やはり A5 アバントのこのプロポーションはかっこいいです。ドアの膨らみを持たせた幽霊なデザインやルーフの緩やかな形状も美しいです。S5 と比較してみると、S5 では窓の周りとボディの下部にシルバーフィニッシャーが入り、ドアミラーはツートンカラーになることで高級感があります。S5 ではホイールがブラックメタリックのマルチスポークで、サイズは24535の R20。A5 アバントでは同じくブラックメタリックの5ダブルスポークホイールで、サイズは同じく24535の R20 です。タイヤはブリヂストンを履いています。ドアの取っ手はドアに内蔵された空気抵抗軽減を考えたものが採用され、ブラックで塗装されています。
では現行型 A4 アバントと比較してみるとプロポーションの違いがよくわかります。比べてみると現行型はより無機質なデザインであるように感じます。給油口の形なんかも現行型では四角ですが、新型では平行四辺形になっていて後部ドアとのつながりが意識されスタイリッシュに見えますし、テールライトも新型では立体的で車体後方に少し飛び出すようなデザインになっています。続いてボディサイズですが、新型 A5 アバントは全長が4829、全幅が1860、全高が1460、ホイールベースは2892となっています。現行型と比較してみると全体的に大きくなっており、全長がプラス 69mm、全幅がプラス 15mm、全高がプラス 25mm、そしてホイールベースがプラス 67mm 大きくなっています。ですのでホイールベースが伸びた分全長が大きくなっています。続いてリアですが、こちらもフロントと同じくリアライトがひときわ目を引きます。これは第2世代のデジタル OLED ライトです。デジタル OLED パネルあたり約60セグメントのこれらのライトは A5 の車両後部のディスプレイとしてこの写真のように多彩な光り方を可能にしています。またテールライトの上部にダックテールのようなエッジがあることで、後ろから見た時にステーションワゴンというよりもセダンのリアのような印象を受けます。またフェンダーが張り出していることがよくわかり、ふくよかでワイド感と力強さが強調されていますが、テールライトの下でボディを一旦絞ることでスタイリッシュに見えるデザインとなっています。ボディの下部にはハニカム構造のデザインとマフラーが左右に設けられています。ブラックアウトされていることでとてもスポーティーな印象を受けます。S5 アバントと見比べてみるとライトやボディ形状に大きな違いはなく、ボディ下部のシルバー化色の有無やマフラーの形状が異なるのみとなっています。続いて現行型 A4 アバントと見比べてみると、現行型も水平基調のデザインであったことがよくわかりますが、テールライトが横一文字でつながったことで新型の方がより強調されています。車体下部のデザインを比較してみると、現行型でも左右にマフラーはあるもののハニカム構造のデザインはなく、よりシンプルな印象を受けます。新型と比べると少しシンプルすぎる感じもしますが、これは時代の変化に伴うデザインの流行り廃りが大きく影響していますね。続いてインテリアです。エクステリアの進化もさることながら、インテリアの進化も凄まじいです。まず目に入ってくるのがコックピットのダッシュボードから始まり、フロントディスプレイ、そして助手席前方のダッシュボードにも採用されたディスプレイです。コックピットには 11.9 インチのアウディバーチャルコックピットと、中央には 14.5 インチの MMI タッチディスプレイを採用し、この2つのディスプレイが湾曲したデザインでつながることで、アウディ MMI パノラマディスプレイが構成されています。そして助手席前方のダッシュボードデザインに完全に統合されたオプションの 10.9 インチ MMI 助手席ディスプレイで、助手席の上院のパネル操作を可能にしています。なお、ヘッドアップディスプレイも設定されるようです。さらに、ヘッドレスト内のスピーカーと2ゾーンサウンドを備えたバング&オルフセンサウンドシステムにより、乗員はドライバーから独立して音楽を聴いたり映画を鑑賞することが可能になっています。ステアリングには最新デザインが採用され、よりスタイリッシュになりましたし、送風口も同じくスタイリッシュで、ダッシュボードのデザインを邪魔していないですね。センターコンソールはピアノブラックで塗装され、ドリンクホルダーが2つ、走行モードの切り替えレバーが配置され、Type-C の充電ポートは2つ用意されています。そしてルーフですが、全面パノラミックガラスルーフになっており、透明度の切り替えが可能になっています。これも注目の装備の一つであり、かなり開放感があります。ではここで S5 アバントと比較してみますが、S5 アバントのインテリアカラーはおそらくマグマレッドのファインナッパーレザーかと思います。色が異なるために印象も大きく異なります。S5 ではアンビエントライトも装備され高級感が増しています。さらにステアリングでは S5 ではシルバーの褐色がブラックに塗装されており、エクステリアとは対照的に S5 のインテリアではシルバー褐色がありません。S5 ではホワイトでステッチが施され、シートも乗員をよりホールドできるスポーティーな形状が採用されています。リアでは送風口と Type-C の充電ポートが2つ、両モデルで備わっています。後部座席には A5 と S5 で大きな差はありません。
現行型と比較してみるとその差は一目瞭然で、まず新型ではステアリングのデザインがスタイリッシュになったことで運転席周りはすっきりとした印象です。またコックピットのダッシュボードもセンターディスプレイとつながったことで先進性が増したこともよくわかります。送風口の位置も少し下に下がり、センターコンソールでもともとシフトレバーがあったところにドリンクホルダーが配置されています。この辺りもボタン操作が減ったことですっきりとしています。そして助手席前方にはディスプレイが配置されたことで先進性を感じられるポイントがまた一つ追加されています。後部座席ではホイールベースが7センチ近く伸びた左の新型 A5 アバントの方が足元のスペースが広くなっていると思われますが、写真からでは分かりづらくなっています。また新型では車高も高くなったため頭上にもスペースがあり、新型の方が快適であることは間違いないでしょう。後部座席の装備としては現行型も新型も送風口と充電ポートが備わり、大きな変更はありません。充電ポートがタイプ A からタイプ C に変わったくらいでしょうか。フロントシート後部の小物入れも新型では健在です。続いてパワートレインとプラットフォームですが、プラットフォームには新しい PPC を採用し、エンジンは縦置きレイアウトが新型 A5 でも継承されます。続いてエンジンですが、 A5 のエントリーモデルには 2.0TFSI が採用されます。TFSI は直噴システムと下吸気を装着したアウディのガソリンエンジンの通称になります。エントリーモデルの最高出力は 110kW、150馬力。さらにオプションで同じエンジンで最高出力 150kW、204馬力も選択できるようです。なお、この TFSI エンジンは可変タービン、ジオメトリ、VTG ターボチャージャーを備えており、さらにデュアルクラッチギアボックスと組み合わさることでガソリンエンジンの低回転時でも一貫して俊敏なトルクの立ち上がりを実現します。なお 110kW のエンジンは2輪駆動モデルとして、150kW は2輪駆動モデルまたは4輪駆動モデルで提供されるようです。そして高性能モデルの S5 では同じく TFSI の3リッター V6 エンジンが搭載されます。最高出力は 270kW の367馬力で、最適化された燃焼プロセスを持つスポーツ仕様にチューニングされたエンジンです。そして VTG ターボチャージャーと初めて MHEV プラス技術を搭載しています。この MHEV プラスシステムとは先進のハイブリッドシステムになります。これは 48V の車載電気システムに基づいており、内燃エンジンをサポートしつつ CO2 排出量を削減し性能を向上させます。なお従来の MHV システムに比べて MHV プラスでは CO2 排出量と燃費に大きな利点をもたらします。同システムのパワートレインジェネレーター PTG は部分的な電動走行を可能にし、燃費の改善に寄与します。新型 S5 に搭載されるエンジンに戻りますが、改良型の S トロニックデュアルクラッチトランスミッションが組み合わさり、より多くのトルク用に設計され、フロントアクセルの重量を軽減し俊敏性を向上させています。これらパワートレインシステムの採用により S4 セダン TDI 前モデルと比較すると S5 セダン TFSI では CO2 排出量を最大 1km あたり 14g 削減しています。また A5 には TFSI エンジンの他に TDI エンジンも従来通り用意されます。これはアウディが誇るもう一つのエンジンのクリーンディーゼルエンジンになります。用意されるのは 2.0TDI、 最高出力が 150kW の204馬力。このエンジンシステムも MHEV プラス技術のおかげにより部分的に電動化されたことで高い耐性性能による CO2 排出量の削減、さらにはスタート時のレスポンスが短縮され車の俊敏性が向上しています。最後に価格ですが、すでに発表されているドイツ仕様をお伝えすると、エントリーモデルの A5 セダンが45,200ユーロ、日本円で約776万円となっています。現行型の日本仕様は A4 が566万円から A5 が684万円からとなっています。車体が大きくなっていることからも車両価格は現行モデルから上昇すると思われます。なお日本での発売時期は未定ですが、早くても2025年の春になると思われます。ということで今回はアウディの新型 A5 アバントを中心に見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
エクステリアもインテリアもかなり洗練され、次世代アウディの到来を思わせるデザインで、街中を走っているところを見かけるのが楽しみです。アウディは2024年から2025年にかけて20以上の新モデルの発表を予定しており、この A5 はその第1弾として発表されました。2024年4月の下旬にはアウディ A6 e-tron、2024年秋には新型アウディ Q5 が発表される見通しです。こちらも当チャンネルで取り上げる予定ですので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。